こんにちは、くまみきです。今日はですね、じゃじゃーん、私のところに荷物が届きました。誰からかっていうのはもうサムネ見たらわかると思うんですけど、ちょっと映像もいただいたのでこちらをご覧ください。こんにちは、ひなたです。はい、ということで、じゃん、こちらの子たちをくまみきちゃんにお送りさせていただきたいと思います。行き場のなかった子たちなのでね、引き取っていただけてとても嬉しいです。この柄のワンピース色違いなんだけど、これが2つ。このね、黄色のがディズニーに行く時にベルの格好したくって買ったやつ。あとこのレースのトップス、半袖のやつ。もうちょっとしわくちゃなんですけども、この穴あきトップス、水玉の裾が可愛いワイドパンツ、普通のワイドパンツと、あとこれがね GU で買ったストレートパンツでございます。可愛くこの子たちが変化してくれることを祈って、またバイバーイ。はい、というわけでゆいちゃんありがとう。ちょっとね、福袋みたいですごいワクワクしてます。中身わかってるんですが、開けていきます。パカッパカッパカッ。ちょっと聞いてない。里ゆいカレンダー入ってた。わーい、飾る。やったー。ありがとう。普通に嬉しいんやけどこれ。台湾みんなで行った時の写真だ。会いたい、早く会いたい。やだ、ちょっとお手紙まで入ってる。やだ。かわいい。びっくりした。はい、そしてお洋服はなんか一個一個包んでくれてありがとう。じゃあちょっとパパッと見ましょうか。あ、そうだ、言うの忘れたけど、なんでお洋服を送ってもらったかっていうと、お洋服のリメイクチャレンジをね、やりたいなと思ったんですよ。で、ゆいちゃんがちょうど断捨離してたから、いろんな服くれーって送ってもらったの。というわけで中身が、デニムがこちらと、こちら。これ可愛いと思ったんだよね。花柄のワンピース。色違いもあります。黄色のワンピに、白のトップス。黒いレースのトップスと、ドット柄のパンツです。超送ってもらいました。いっぱい写真送ってくれて、全部可愛くて選べなかったからちょっと多めに送ってもらったんですけど、この中からどれか選んでリメイクしてみようと思います。というわけでちょっと考えます。はい、そんなわけでね、どうしよっかなっていろいろ妄想してたらすごい時間経っちゃいました。今回はこちらのね、ワンピースをリメイクしようかと思います。普通にさ、着てみたら可愛くて、ただのお下がりとして使いたいんだけどぐらい可愛いんだけど、こちらをね、リメイクしていきます。で、これワンピースですごい長いんで、上下に分けてちょっと2着の洋服にできたらなと思います。それじゃあやっていきましょう。まず1個目はもうこれ普通にこの辺で切ってトップスとして使おうかなって思って、ボタンがここにピョピョってあるからここで切りますじゃあまずはワンピースカットしていきます。だいたいこのぐらいで作ろうと思うんで、作りたい丈プラス1センチの長さで切ります。私はちょうどここにボタンがあるんで、この上ギリギリで切ろうかなっていう感じです。ちょっと前開きのワンピースなんで一回全部開けちゃいます。はい、開きました。ちょうどこの縫い目のところから印したとこまで14センチあったので、全部こう14センチに測りながら線を引きます。それで切ります。切れたので、次はこの裾の部分を三つ折りにしてアイロンかけます。私は 5mm に折ってさらに 5mm 折る感じでいこうと思います。端っこがちょっと折り返してあるからやりづらいけど頑張ろう。5mm 折ったんで、次はもう一回折ってアイロンもかけるんですけど、同時に待ち針も打っていきます。はい、そしたら今折った裾のところを三つ折りして留めてあるんですけど、ここをミシンで縫っていきます。
いい感じですね。おそらくいい感じです。というわけで1着目はサクッとできたんですが、結構布があるんだよ。ワンピースのこの下のスカートの部分がいっぱい布が取れました。でどうしようかなって思って、こっちはねこうやってこんな感じで巻きつけて紐つけてキャミソールっぽいやつ作ろうかなと思います。キャミソールチュニック、結構布が長くあるんでお尻も隠れるかなぐらいのやつ作ろうかなって思います。すごいね、リメイクの時結構いろいろ長さとかアバウトでいくんですけど、肩紐も作ろうと思うので、ちょっとそれが取れるぐらい、このボタン1個分ぐらいカットしようかな。ちょっと肩紐分確保します。はい、じゃあ結構アバウトにやっていくんですけど、ボタン邪魔だな、ボタン取ろう。このボタンがついてたとこまで切りたいと思うんで、7センチ幅でカットしていきます。ちょっと計算ミス。このボタンのところは切り落としたんですよ。でこれで普通に紐作ろうって思ったけど、この脇の縫い目やだわと思ったから、これもう1本取った方がいいかな。ちょっと同じのもう1本取ります。はい、もう1本同じサイズの取りました。そしたらここの縫い目のところで切っちゃいます。でこれを半分にした長さでいいかな。短いか、ちょっともう2本取って短いキャミソールにしよう。はい、そんなわけで結局背中側の布から4本取りました。そしたらこちらを使って肩紐を作っていきます。まずは紐を縦半分に折ってアイロンで折り目をつけます。ちょっとね、もともとスカートだったんで若干こうカーブした布ではあるんですけど、ほぼほぼ長方形といった感じで割とアバウトに進めてまいります。ちなみに紐今度はむちゃくちゃ長いんで、一旦作るだけ作っちゃって最後ねつける時に長さを調節しようかなと思います。じゃあこの長方形を縦長に合わせて縫い合わせていきます。端から5ミリぐらいかな。反対側輪になってる方も同じように端から5ミリで縫います。両脇縫えたのでこれを表にひっくり返します。ミシン糸ね、最後切る時ちょっと長めに取っといて、こういうゴム通しとか紐通しに糸を通してこの中通ってギュギュギューっとやるとひっくり返すの楽なんですよ。よし、ひっくり返った。でこれまだ今ねちょっとモニョモニョっと丸い紐って感じなので、ペタッと潰してアイロンで整えます。アイロンかけてペタってなったんで、片方だけ指でグググっと入れ込んじゃって、こんな感じに平らにしたら周り一周ステッチをかけていきます。はい、4本できました。でもうなんとなく大体の長さに切ったんですけど、まあこの辺で結ぼうという感じです。でこのスカートの一番下の部分、これをここに来るような感じで作っていきます。裏側ですね、1センチに折った後2センチに折る三つ折りにしてゴムの通し口を作ります。ちょっとここのボタンのとこ邪魔なんで取っちゃいます。これさ、めっちゃ買ってよかったんだよね。クローバーのなんかアイロンする時の定規、熱に強くってここのメモリ見ながら折れるやつ、これめっちゃ便利です。1センチ折って1周折り目つけてったので、今度この折った状態から2センチ、これでアイロンかけます。でこの後縫うのでピンで留めていきながらアイロンかけていきます。はい、三つ折りが完成しました。そしたら次にさっき作った肩紐をつける位置を決めます。こっ
ちが前身頃の中心で、ここが脇線になるので半分に折って、ここが中心なので肩紐1センチ分この中に埋まるようにします。で後でここを縫って上に折り返してもう一回縫うって感じにしてつけたいと思います。で後ろ側も同じ位置につけたいと思います。でこれせっかく折ったんですけど、ちょっと中心だけ今折ったの戻してて、前開きの部分がバラバラだとやりづらいので、ボタンつけた時と同じぐらい中心がかぶるようにして、ここを少し縫って留めたいと思います。はい、くっつきました。でもちょっとここ留めただけだとね、ここがパカパカして作業しづらいなって思ったんで、前はしつけで留めちゃいました。これでね、今留めたところも1センチ2センチで三つ折りして、ここのゴムの通し口を縫います。で縫う時なんですけど、この脇線のところ少しだけね、今ちょんちょんって印つけたけど、このぐらい開けて、後でゴムを通す通し口を確保しておきます。というわけでここから縫います。肩紐も一緒に縫いますよ。最後まで来たので返し縫い。ここが開いてる状態です。はい、そしたら今ここを縫ったんですけど、今肩紐が下を向いてる状態なので、上に向けてで一緒に押さえるように、今度はこっちの上の方に一周ステッチを入れていきます。さっきはここの返し口開けたんですけど、今回は開けないでぐるーっと一周です。こんな感じで見えてきたんじゃないですか、ゴールが。で今作ったゴムの通し口にゴムを通していくんですけど、今回は 1.2 センチ幅の平ゴム使います。でゴムの長さはもう実際にこうやって自分の体に巻いて測る。1周分プラスアルファちょっと縫い留めたいので、プラスアルファ取ってカットします。通す前にこのしつけ外します。中心のやつで、ゴムはうっかり通り抜けないように端っこ待ち針で留めておきます。そしたらゴム通しを使ってさっき作ったゴムの通し口からゴムを通していきます。ゴム通しました。そしたら最後ですね、このゴム同士を縫い合わせます。これで中にグッと入れれば完成です。チャンネル登録よろしくお願いします。というわけでこんな感じで完成しました。ふわっとした感じのキャミソールです。ちょっと肩紐短かったかなまあいっか。久しぶりにこういうのやったにしてはいい出来かなと思います。あとこっちがね、短くしたトップス。もうほんとこのワンピース可愛くて着るのもったいないなと思いつつやったんだけど、でも例えばもう何回も着ちゃって飽きたなっていうワンピースがあったら、こういう風にね分けてみたらちょっと違う着こなしができるし、あと買ったはいいけど丈がちょっとなんか合わなかったなとか、サイズが違うなって思った時もね、こんな感じでリメイクすればまた着ることができるので、もしこの動画見てね、いけるじゃんっていうのがあったらぜひやってみてください。もしやってくれた方いたら、ハッシュタグリルベアーズつけていただけると私見に行けるのでとっても嬉しいです。タグ付けも嬉しいです。
はい、というわけで今日の動画参考になったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。